Welcome to episode 7 of No one says that, but okay. このシリーズでは日本語と英語で異なる意味を持つ語句を紹介していきます。前回のエピソードから約3年が経過してしまいましたが、エピソード6では follow という単語について解説しました。今日のエピソードではアピールについて説明します。まず、アピールという言葉が日本語でどのように使われているのかを確認してみましょう。デジタル大辞典には次の3つの定義が記載されているので引用します。1、人々や世論などに広く訴えること、またその訴え。2、人々に受け入れられること、また人を引きつける魅力。3、運動競技で選手が審判に抗議、要求すること。また、ウェブリオ辞典には、物や人間の良さ、長所、魅力を人に伝えることという定義も含まれています。では、実際にどのようにアピールが使われているのか、ツイッターで例文を探してみましょう。一つ目、餌くれくれアピール。水族館でカワウソがガラス越しに餌を要求する様子を捉えた動画です。このツイートではアピールは自分の欲求を相手に伝わるように表現し、相手に特定の行動をとるように訴えかけることという意味で使われているようです。二つ目、ディズニーランドどうでもいい派だった彼氏。ディズニー好きな私と付き合って初めて一緒に行った日の帰り、こんな楽しかったんだ、帰りたくないとリアルに半泣きになり、この度、ついにはそろそろディズニー行く時期じゃないと自分からアピールしてきて最高です。このツイートでも相手に自分の欲求が伝わるように表現し、相手に特定の行動をとるように訴えかけるという一つ目のツイートと同じ意味でアピールが使われています。三つ目、イントネーションの教材本は少ないので大変期待しております。よろしければアピールポイントや類書との差別化についてご教示願えませんでしょうか。このツイートではアピールポイントというフレーズが本の良い点、魅力的な点という意味合いで用いられています。四つ目、ピヨーン。声とともに頭の羽でも自己アピール。動物園で青めきバタンが鳴きながら頭の羽を立たせる様子を捉えた動画です。このツイートでは自己アピールというフレーズが使われています。自己アピールは主に自分の存在、魅力、強み、長所などを他者に見せつけることを意味します。5つ目、梅野がスイングアピールで三振判定。マクブルームがかすったアピールしてデッドボール判定。このツイートではデジタル大辞典に記載されていた運動競技で選手が審判に抗議、要求することという意味でアピールが使われています。ただし、数百のツイートを閲覧した中で、この定義でアピールが用いられていたのはこのツイートだけでした。ここまで日本語でのアピールの使い方を見てきました。では、英語のアピールはどのような意味を持っているのでしょうか。Dictionary.com の定義を引用してざっくりと訳します。援助や同情などを真剣に求めること。ある個人や権威に事実の検証、決断や判断を依頼すること。また、ある個人や権威を事実の検証、決断や判断の拠り所にすること。裁判などにおいて上告すること。立法府や議会などにおいて裁定の正しさを正式に問うこと。心や感情を引きつけたり、刺激したりする力や能力。このように日本語のアピールと英語のアピールは非常に似ていながらも若干のニュアンスの違いがあることがわかります。では最後に英語でアピールという単語がどのように使われているのかツイッターで実際の使用例を探してみましょう。モアカム通りで起こった喧嘩の後、監視カメラに映った男を特定するために警察が呼びかけ、この見出しではアピールが協力を要請するという意味の動詞として使われています。ロースクール初日、裁判に敗訴することは控訴を得ることである。ここではアピールが控訴という意味の名詞で用いられています。
アサンジが自身の身柄引き渡しに抗議することを許されるかどうかの判断が今月中に下される。このニュースの見出しでは、身柄引き渡しの命令に抗議、反対するという意味の他動詞として appeal が使われています。WBA はビボルの王座防衛義務回避の訴えを却下。この見出し文では権威に対する訴えという意味で appeal が使われています。ストリーミングサービスの元々の魅力は月々サブスク料金を支払うことで広告なしで動画を見られることだった。今、その広告なしの体験を得るために追加で料金を支払わなければならなくなっている。ここでは appeal が長所、利点、魅力といった意味の名詞として使われています。性的魅力は金で買えない。持っている人は持っているし、持っていない人は持っていない。この例文では sex appeal というフレーズが使われており、このフレーズは性的な魅力を表しています。つまり、ここでの appeal は他人を引きつける魅力を意味します。今日のエピソードはここまでです。また次回。